動画をご視聴の皆さん、こんにちは。です。本日は LINE トレードで、割り切りが必要なポイントについてお話ししていこうかなと思います。で、昨日は今日12月14日か、12月14日で、12月14日の、日付変わってからすぐぐらいですかね。昨日というか夜に深夜に FOMC があって、で、その FOMC をライブ中継をやったんですね、インスタグラムで。で、そのインスタグラムの中で、割とライブ中継の中でお話ししたことなんですけども、また改めてこの LINE トレードについてお話ししていこうかなと思います。で、前回のその XY の購入者に向けての、ライブトレードに関しては、4戦4勝0敗という結果に終わり、昨日は、ライブトレード、深夜にもかかわらず、6、70人の方が集まってくれて、で、トレードは結局、0勝というか、0戦ですね。何もせずにただただ、質疑応答するという感じでやってたんですけども、ものすごく楽しくて、なんか本来5分ぐらいのテスト予定だったんですけども、1時間ぐらい話しちゃいましたね。はい。で、みんな、ね、すごいいい人ばっかりで、すごい面白いライブになりました。で、またそのインスタの方で、やりやすいからね、簡単にスマホで、またやっていこうかなと思いますので、なんか質問とかあったらね、インスタグラムの方に上げてくれたら、ライブの方で回答していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、今日はね、LINE トレードは割り切りが必要だよと、いうことで、その割り切りって何かっていうと、その僕は LINE トレードで、逆張りをしてるから、どうしても負けるポイントって必ずあるわけですよ。もちろんできるだけこう負けないようにはしているんですけども、予想外の出来事だったり、よくわからない要人発言でブレイクされたりとか、きっかけが何かしらあってブレイクする場面っていうのが絶対あるわけですね。で、どんな時気をつけなければいけないのかっていうのは、僕のトレードの極意のところでお話はしてあるんですけど、改めてもう一度ね、第2弾ということでお話しします。で、僕がね、トレード、このチャートの中でトレードする場面ってどこかって言ったら、もうここなんですね、ドンピシャで。プライス、ここに書いてるんですけども、1.54396と。これ、ユーロ王子の5分足ですね。になるんですけども、ここです。で、一見見たらここもエントリーするポイントなんですよ。1.55140ですね。でもエントリーするポイントなんですけども、これは、判定時刻どっちにしろ、長くていい方にしろね、1.55121と結局、少しピプスが足りなくて負けてるという結果です。でこちらは前回お話しした通り、この A っていうサイクルを作ってるので非常に危険だよというところがあるので、ここを気をつけた方がいいですね。これはもう完全にエントリーしないポイントです。逆張りでエントリーしないポイント。もっともっと深くまで行くよっていうのは、この A の大きさで大体わかります。これちっちゃいですね。小 A、小 A、小さい A っていうのがあるので、非常に危ない点です。大きいからこそ。はい。はい、こっちは有効的なわけですよ。こっちにもう一つラインがあったんですけども、しっかりこれ取れて、下がってると。で、僕これ取ってるんですよね、ちょうど。これすごい綺麗にラインで跳ね返ったんですよ。ここで。ここじゃない。これが、このラインで跳ね返ったんですよね。これはしっかり取れました。はい、で、その次に、来たエントリーポイントがここら辺だったんですけども、これは見逃し、入らずで終わり。で、次に入ったポイントが僕はここの V ですね。なぜこれが入ったかというところなんですけども、まず1回同じ V、サイクル同じ V を作ってるんですね。で、同じ周期で押してきたんですよ、ここと。で、だからもう一発目で抜けるっていうのはほぼないなと。一つのシーンをサイクル A、このスパン、細かいことをサイクル B としています、僕は。そのサイクル B のスパンが、一緒だったので、間違いなくこれは上がるなっていうところから、ここでエントリーしてます。で昨日インスタグラムのそのライブ中にも、質問があったんですけども、順張りしないんですかと、上がってから順張りしないんですかって質問があったんですけど、僕のベッド数だと入りきれないんですね。このベッド数だと500万とかベッドするとわかるんですけど、10万円でも50回はクリックしなきゃいけないんですよ。で、50回クリックするってなると、1秒1回で、連打してるとサーバーが重たくなってくるから、後半っても1.5秒に1回しか打てなくなってるんですね。最大取引が超えていますっていうロゴっていうか、
文字が出るまでって約1分10秒ぐらいかかるんですよ。で、その1分10秒の間にじゃあ全て打ち切れるかっていうとそうではないんで、僕の場合は下がることを想定してもうエントリーしてるんですよ、連打。ここ。なんで、ここから、一回、ここで多分連打してるんですよ、間違いなく。連打して、で、一回跳ね返る、下落、まあ、ここでエントリーしますね。で、ランウェイ。っていう、ここのシナリオですね。スラストアップ、ランウェイアップっていうことを行ってるんですけど、ここの一つのシーンの中でも一回連打、上がって下落連打っていう感じです。ここで、上がって下落で、ここで連打です。で、判定時刻は、ここですね。ということで、綺麗に取れるという、手法になっています。なんで、普通の人は、まあ、ワンベッドを連打する人じゃない、まあ、普通に考えて連打しないと思うんだけど、連打しない人は、いわゆるここを狙った方がいいです。こんなに綺麗に、跳ね返るってそうそうないんですけども、この V が大きさが一緒っていうこともあるので、本当に綺麗な V ですね、これ。なんで、まあ、ある意味、ここも取れますよ、当然。で、こう、V。もうどこ行っても、どこでも取れるっすよ。ここからでも取れますから。これも取れてるし。はい。まあ、僕はね、本当にドンピシャのところしか取らないので、何回も何回もエントリーするタイプではないのでね。あれなかったですけども、根拠が強かったので、ここで入った。なので、まず前提条件として、ここの A でなぜ入らなかったかっていうと、まずそもそも A が同じ大きさのものがないっていうのが、直近でね、一つあります。で、有効なラインが、ここ確かに有効かもしれない。一見有効なように見えるんですけどね、これも。見えるんですけども、少し危険があると。なぜなら、この A が大きいからっていうのが理由です。はい。ラインの有効性ってやっぱりこのサイクルと、下落するときの勢い、まあ、上昇するときの勢いっていうのを必ず見なければいけないわけですよ。そこをもっと意識した方がいいです。で、割れたらもう、ハイでは入らないっていう割り切りが重要なんですよ。もしここで入って負けたとしたら、追わないことですね。ライントレードやってる方ですごく危ない人というか、やりがちなことっていうのが、その追い続けて負けるパターンなんですね。まあ、マーチンゲールとかで追ってる方もいると思うし、まあ、難品普通に打って、やってる方もいると思うんですけども、割り切りが必要ですね。もう割れたと思ったらもうやらない。これが基地です。相場ってチャンス無限にあるから、こう無理にポジション取る必要って全くなくて、僕は本当そうしてますね。500万とかでやけになったこと実際あって、僕、判定時刻5分、10分、15分、前半って2講座入ったことあるんですよ。どういうことかって3000万ベッドですね。で、もうずっとインセンス引き続けて負けたっていうことが、以前経験があってですね。もうそういうことやるとライントレードって本当めちゃめちゃ負けるんで、割り切りって本当重要ですね。はい。で、まあこれはもう上昇傾向にあったんですけども、これすごく綺麗な一つのアクションがあって、まあ、どういうアクションがあったかっていうと、まず A でこれ一つ終わって、まあ V が形成され始めたという状況になってきたわけですね、これ。で V の数が多いので、当然これはもう上昇だなと思うから、まあ当然ここから上昇になっていくわけですけども、まあさっき指標かななんか出たのかわからないですけども、この A が割れた瞬間、A が完成した瞬間の下落の勢いっていうのは本当に止まらない。これは FX の順張りの目ですね。で、いわゆるここの周期と同じことが、似たようなことが起きてます。どんどんと。これ A の逆サイクルなんですけどね。起きてるんで、これは当然下落方向にあるというのがわかります。このように、相場を分析することが A と V だけでも十分できるし、根拠がより強く持てると。ここを割り切る。そして、V、サイクル B が一緒だった場合は非常に有効的な V だよと。ということはボトムを作りやすくなるから、ここはもう鉄板目っていう風になるわけですね。そうするとね、すごく勝ちやすくライントレードはなるかなと思います。今日ブログ更新しようと思ってるんですけど、すごくこう重要視している僕がライントレードね、重要視しているこちらのことを 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個、9個のこと、9つのことがあるんですけども、ライントレードは割り切りが必要だよと。マジ寝起きすぎて滑舌超悪い。ダメですね。ライントレードは割り切りが必要と。
で、エントリーするまでの、前足のヒゲ、の状況も非常に確認してるよと。ヒゲっていうのは、まあ、いわゆる、このここのヒゲ状態ですね。どういう状況になっているか。はい。で、まあ、前足は別に上髭。まあ、コマとほぼ一緒ですね。トンカチではない。で、カラカサでもない。なると、まあまあ特に問題ないんで、一本足ベースで見ていきましょう。まあ、前足も別に上髭なんで、まあ、ここは下落することは分かってたと。まあ、後から見てですけどね、もちろん。リアルタイムで見たらどうなるかっていうのは分かってるとどうかは、ちょっと微妙なんですけども。はい。で、まあ、ここで、陽線引いて、陰線、陰線。ここのシナリオ最中っていうのは非常に重要視してると。高速足の作り方。もちろんリアルタイムで見てるから多分分かると思います。時間足のプライマリートレンドっていうのは、1時間足を見てどっちの方向に行こうとしてるのかっていうのを必ず確認します。当然 V の波形を作ってたんですけども、まあ危険だなと思うポイントって当然ですけども、時間足が大きい可能性っていうのは高いわけですよね。で、めちゃくちゃだな、時間足。しっかり下落、プライマリーはした方向ってことは、ハイは気をつけなきゃいけないっていうのはあらかじめ分かってるけども、まあ、かなり下落してレンジ、下落してレンジ、で、下げ幅のボックスが、まあ、一緒ぐらいですね、下げ幅は。ほぼ一緒だったっていうことは、一旦クローズする可能性が高かったからレンジになると。ということは、時間足はオーライと大丈夫だということが分かれば、当然ここのシナリオが作りやすいということになります。で、V のサイクルクローズのタイミング、クローズのタイミングですね。っていうのを必ず見る。さっきで、次はプライスアクションの心理。プライスアクションの心理ってどういうことかっていうと、必ずこう値動きしてるじゃないですか。その値動きしてるときに心理を予測しながら僕はエントリーしてると。どんな気持ちでエントリーそいつらがしてるのか。っていうことをオーダーを入れてるのかってことですね。ってことは、当然ですけども、オーダーラインの確認をしなきゃいけないわけですよ。アクションの心理を考えるには。指し値で、売りが入ってるのか、買いが入ってるのかっていうのを必ず見なければいけないです。急な動きっていうのは当然ですけども、なり買い、なり売りになってしまうんですけども、オーダーでどこまで支えられるかっていうのは自分で検討しなければいけないわけですよね。ただ、オーダーラインを必ず確認する。で前日高値安値を意識される心理的節目があるか。例えば 1.55000 とか、0がつくものはかなり心理的には指し値で入りやすいというのがあるので、指し値近辺は気をつける。であとは MA ですね。の角度、傾斜ですね。エンジンじゃなくても判断できるんですけど、どっちにこう行こうとしているのか。いわゆる多分聞いたことある用語で言うと、パーフェクトオーダーという言葉があると思うんですけども、その足のどれかを使って、でどのぐらいの角度の時に、自分のノウハウははまりやすいのか、自分が引くラインは反発しやすいのか、それを分析するっていうことですね。傾斜はちょっとインジを開発したりとかね、ちょっと MQL いじったりしなきゃいけないんですけども、自分で分析していくとより、ライントレードが分かりやすくなるかなと思います。はい。ちょっと今、チャンスユロポンあったんですけど、跳ね返っちゃいました。喋ってる間に。狙ってましたけども、ちょっと遅れちゃいました。まあ、結果オーライですね。ということでね、ライントレードでちょっと僕が大事にしていること、ブログにもこれ記載するので、ブログの方を読んでいただければ、かなりわかるとは思うんですけども、実際値動き、見ながらっていうところで言えば、この V のサイクル、しっかり見て、でこれはもう A2 回作って、ちょっと周期が短くなってるんで、ちょっとわからないですけども、サイクル A で見ると、A をしっかり作ってるので、これは下落する方向にありますと。フィボナッチ 100% 割れ、要はボトムが効かなかったということですね。っていうところから、どうなっていくかっていうのは非常に、見ていかなければいけないところなのかなと思っています。で、僕はフィボナッチ使ってるんですかって質問あったんですけど、昨日も。フィボナッチは別に動画で皆さんに分かりやすいように説明するだけで、特に僕自体がフィボナッチを強く使ってるかって言ったら全くそうではないんで、はい。別にそんなに意識しなくてもいいかなと思ってます。ということで、また、ライブの方も、ぼちぼち配信していこうかなと思いますし、最近プレゼント企画ですね、タイプ A あげますって言ってから異常にコメント来るんですけども、あからさまにね、もらいたい感すごいんですけども、普通に抽選するので、リアルタイムに。
多分、インスタでやるのかな、インスタかなんかでやると思うんで、YouTube がどっちかわかんないですけども、ライブやろうと思ってるんで、楽しみに、しておいてください。で、暗号通貨のね、自動売買もまあ絶好調だし、まあ、暗号通貨もぶっ飛んだりしてるんですけども、割とこう、ね、いろいろこう、なんかいろいろ情報が出てますけども、多分そういう情報に触れてわざわざ購入するより、普通に今は ICO をぶん投げるとか、まあ何でもいいですよ。リップルでもなんかネムでもライトコインでもいろいろありますけど、イーサとかね。何買っても多分、未来的には明るいんじゃないかなっていうふうに僕は予想しているんで、わざわざそういう情報に触れて、そういうところからね、お金支払って、正しい情報をもらおうみたいになってるけど、いくらでも勉強すればね、ホワイトペーパーで分析して英語力学んで、しっかりね、分析していければ僕は普通に稼げると思ってます。他人に依存せず、お金を稼いでいくっていう思考は非常に必要なんじゃないかなと思ってるので、勉強して、そういう情報に一切触れずに、しっかり頑張っていくっていうのは一つなんじゃないかなと思っています。はい、ということで一つの LINE トレード情報でした。ということで、一つ参考になって、皆さんのまたね、今日から明日からのトレードに何か知識として、知恵として学びになっていれば幸いです。はい、以上です。バイバイ。